はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は7月23日までのタロットリーディングをさせていただきます。結構星の話に関してはね、前回と前々回ともうしつこいぐらいにお話ししたので、今回はサクッとタロットで見てみます。よろしくお願いします。あと私個人鑑定のお知らせとかは全て公式 LINE の方でしております。ちょっともう7月はいっぱいなんですけれども、ご興味ある方は、公式 LINE へのご登録もお待ちしております。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。お月さんの逆、ソードの4、ワンド9逆、ソードの6、カップの5、ペンタクルス10逆、運命の輪の逆。はい。気をつけることや対策が太陽とワンドのナイト逆、そしてオラクルはワンドの8の逆ですね。なるほど。7月の23日までっていうのは少し太陽が蟹座にいて、いて座さんにとってはね、水面下で動いていくみたいな時になりまして、別に表で全然活躍していただくのは全然いいんですけれども、なんとなくそれでも自分がやってることっていうのが誰かのサポートになってるんじゃないかなとか、本当に見えないところでの恩恵にすごくつながってる時なんですね。でまた同時に自分もどこかから何かから見えないサポートを受け取ってるよっていう時なんです。なのでなんとなく自分がもっとこっちのことやりたいのにこれやらされてるなとかっていう感じることがあったとしても、それも必要なことであり、同時に自分もサポートされてるよということを忘れないようにしていただきたいなと思いました。そして7月の10日からはですね、金星という社交性とか豊かさとか愛情とか価値あるものっていうものがいて座さんにとっては社会を照らしてくれるんですね。なので人間関係がすごく豊かになったり、人脈広がったりとか、楽しいなって思える機会も増えるんじゃないかなと思います。とにかく人との関係がね、もう前回も言いましたけど、とても豊かなのでつながりが増えてくるんじゃないかと思います。でちょっとさっき言ってないですね、水星というね、コミュニケーションとかビジネスを司る水星という惑星が6月30日から7月24日までちょっと逆行していますので、この影響って別に全然悪いわけじゃないんですけど、いて座さんにとってはなんか自分がどんな風に役に立ってるかっていうのがちょっと見えにくかったりとか、自分がこれまでやってきたことってものすごい学びだったはずなのに、なんかうまく吸収できていないような気がするとか、そういう振り返りながら自分のことをいろんな面から自分を見ていくみたいなことが起こりやすいので、とてもいい振り返りと自己認識にはつながる時だと思ってください。ただトントントンってなんか一足飛びに前に進んでいくかっていうとそういうわけではなく、じっくりと自分が吸収したことや体験したことっていうのを自分の血肉に落とし込んでいくみたいな、それが一番いいんじゃないかなというふうに思ったりしますね。なので何をどう生かそうかっていうことを考え出すとどんどん思考のループにはまってしまいそうなので、とにかく自分は体験したことを思い出して自負してほしいなって思いました。そしてカードで見た時にもですね、なんというかな、とにかく勢いが強いです。入り口がでもムーンお月さんの逆なので、少し何か気にしてらっしゃることがあるのかなって感じがしますね。なんか開けそうなんだけど開けていない現実とか、なんかきっとこれはうまくいくって分かってるけどまだその確証がないとか、そういうことかもしれないし、もう自分の中でなんかもう諦めじゃないけど、きっとこういうもんなんだろうなって思ってることに対してまだその 100% 納得っていうよりも違う可能性もあるかもしれないみたいな、そういうのもあったのかもしれません。でもそれがどんどんなんか晴れてきてやっとここから行くんだなみたいな、そんな感じですね。ただ、カードからのメッセージとして言われているのは、本当にねすごく活性してる時だからこそかもしれないんですけど、無理に推し進めるっていうことはしなくていいですよっていうふうに言われてる気がしたんです。なんかもうすごいなんか10別にこれもね運命の輪っていうカードだし、カップの10っていうのも出ていたり、太陽っていうのも出ているので、なんか
時が来ればカチッと揃うんだろうなって思うんですけど、まだカチッとする前なんだなって感じがしたんです。なので今この状態でなんか自分がすごい睡眠不足でめちゃくちゃ頑張って本番迎えるっていうよりも、本番に備えてしっかり休もうとか準備しようっていうのがいいなと思ったんですね。家宝は寝て待てじゃないんですけど、寝ててもちゃんとその時が来るよみたいな感じがしました。でここまでものすごいなんか準備してきたなって感じもあって、これ以上何をどうすればいいのみたいな、そんな感じかもしれませんが、全然これって何も本当失ってないし無駄でもないんですけど、自分がそれがどれだけ価値のあることだったかっていうことをマインド的に認識全部を吸収できていないみたいな、そんな感じがあって、だからこそこの7月の期間ってちょっと振り返って自分を見てみるっていうのがとてもいいんだなと思ったんですけど、すごくねこうがむしゃらに頑張って、例えば100のエネルギーで頑張ったら100進めるって思ったのに、100のエネルギーで頑張ったのに80しか進めてないみたいな、そんな風にご自身では感じるかもしれないんですけど、これが例えばこれからの普通に自分が100やってても、次は120の結果になるかもしれないし、200の結果になるかもしれないしということで、自分がやったことっていうのはどのように肥やされて形になって現実になってくるかっていうのは分からないので、今まで自分がやってきたことっていうのは全く無駄じゃないし、ちゃんとそれが今肥やされてるところなので、安心して寝かせてくださいって感じでしょうか。ただ現実はちゃんと流れてますしね。なのでおそらく風通しというか空気感としては進んでるみたいなことは感じると思いますよ。特に6月30日以降ってやっとね伊手田さんらしいみたいなエネルギーが返ってきてるのでいいんですけど、7月の頭ですぐそれが起こるわけじゃないっていうことなんですよね。でここからそのカップの5っていうのがあったりして、すごく期待があるし、良さげな感じがしてるけど、あれまだかなみたいな、そんな感じもあるかもしれません。いつまでこの努力していくのかなみたいな。でその後カップの12、運命の輪の逆っていうのが出てるので、本当に本当いいレールの中にもいるんですけれども、伊手座さんが望む現実っていうのがもうちょっとまだかかるみたいな感じかな。やっぱり8月の日食、皆既日食のあたりってやっぱ強いなって思いますよ。でなぜならばやっぱオラクルもワンドの8ということで、私から見ると逆位置なんですけれども、これはもう本当に流れが来る、飛んでくるみたいな感じなわけです。でそれが今まだ私から見ると逆ってことは、ちょっとまだ動きが早すぎて時期尚早というか、まだ完全に物事が熟してない段階で手をつけようとしてるみたいな感じがあるので、だからこそ寝かした方がいいんだなって、ゆっくりする方がいいんだなっていうふうに思ったんです。でまた対策として言われてるのも、やっぱりここに太陽っていうカードが出てて、これはもう本当に運が強いというか、守られてるとか満たされているとか、育つだけのエネルギー源があるみたいな感じなんですね。でそれに対してこのワンドロナイトの逆っていうのは、めちゃくちゃ頑張って走っていかなくていいよみたいな、もう本当にそれはそう思います。何でもそうですけど、花が咲く、実がなるっていうのもやっぱり季節とともに、この時間とともに、太陽のエネルギーとともに育って、時が来れば花が咲くみたいな感じなので、やっと今その流れがねものすごく伊手座さんに降り注いでいるけれども、それが7月の頭にすぐに結果に出なかったとしたって、出る方もいらっしゃるとは思うんですけど、もうちょっと待った方がというか、熟させた方が、発展させる方がいい形でそこに携わっていけるんだなって感じがしました。そんな感じかな。特に7月23日以降の方がいいですよ。エネルギーはもう本当に明るい。だからここからどんどん明るくなっていくんだとは思います。自分らしくなっていくっていうのかな。はい、そんな感じなんですが、ちょっとお仕事のこと見てみましょうか。お仕事、ワンドの4、ペンタクルスの、クイーンですね。そしてカップの3ということで、仕事関係の仲間とか仕事を通じて関わる関係性においてはとってもいいです。分かり合えてるとか、やっと一緒に喜べるとか、一緒に同じ方向を向いていけるみたいな、そういう人がいるのかな。職場にいるのか、それとも仕事を通してそういう人と知り合えるきっかけがあるのかわからないですけど、とてもいいです。そして
その要するに人との職場においてとか仕事に関してですけど、その中での人との関係においては満たされているし、ご自身がやってらっしゃるその今のお仕事に関しても、自分にはこれはすごい自分の力になっていってるなって、実力として培っていけてるなとか、そういう自信っていうのもこう少しずつ積み上げられているっていう感じがするので、なんかどうなんでしょうね。一つ違う側面から見るとこれ一つの達成みたいな感じなんですよ。ここまでこういう人と関わりたいなとか、こういう仕事したいなと思ってた人にとっては、よかったねって、やっと一緒にできるチーム見つかりましたねとか、いいつながりができましたねとか、こういうふうにやっていけるんですねみたいな、そういうイメージあるんですけど、でもまた、もう一方では準備は整った段階、もしくはこれでいいという感覚はあるけど、望む結果というところまではまだ行ってないみたいな感じがあるんですよね。なのでどこでどの地点で満足と言えるかみたいなのはご自身それぞれ違うのかなって感じがしましたね。でも仕事に関してはとてもいい明るい道があるっていう感じがします。自分の中には、ある意味勝利のような、勝利と感じられるような道筋があるって感じがしますよ。だからなんか一つ達成するのかなって感じがします。同じ職場の中でもやりたかったことができたとか、ちょっとこれいつかこれやりたいなと思ってたことが携わることができるとかね、なんかそんな感じで目標達成して喜んでるってカードも出てるので、いい感じですね。じゃあちょっと人間関係見てみますね。人間関係もね、お仕事でこんだけ関係性がいいって言われてるから、関係いいんでしょうけれども、あえて見てみたいと思います。ジャッジメント、ペンタクスの3、カップエースということで、関係性も非常にいいですね。ただね、なんか喜びの種類が違うって感じがします。人と関わる上での、例えば昔自分が望んでいたような人との関係性で喜びを感じるっていうのではないっていう感じがしてて、例えばの話ですよ。昔すごく好きな人がいたと。だからその好きな人ともう一度なんか再会してときめくような、そういうことを求めていたんだとしたら、これまでなんかそっちよりも違う喜びがもう人との関係の中にあるっていう感じがあって、なんか自分が進んでいきたい方向だったりとか、生きていきたい道だったりとか、そういう方向に自分が向いた時に関わってくる人たちとの関係性が非常に豊かで、なんか成長していくような可能性にあふれていて、それが嬉しいって感じなんですね。だからなんか前の感覚の喜びが来て嬉しいわけじゃないみたいなんですよ。こっから先進んでいく関係、進んでいく道においての出てくるであろう人たちとの中でのなんか喜びがある感じがします。フレッシュな喜びですね。これはいい感じじゃないですか、これね。はい、そんな感じかな。何か参考になりましたでしょうか。もし何か参考になったよ、よかったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。手座さんはこれかな。はいコンシャスステップ、皆さんもこのカードを見て何かメッセージ受け取れるようでしたら感じてみてくださいね。それぞれが受け取ったメッセージが正解ですから。はい、ぜひ本当に、願っていたことや意識的な一歩を踏み出すいいチャンスだよって言われてる気がしました。はい、ということで今回もありがとうございました。素敵な時間になりますように。失礼します。